さあということで、ここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは日本では5月31日から公開されているこの作品、マッドマックスフュリオサ。2015年、マッドマックス怒りのデスロードに登場した戦士フュリオサの若き日の物語を描くスピンオフ。ディメンタス将軍っていうかね、ディメンタスというね、悪人により家族を奪われた少女フュリオサは、ディメンタスと対立する妹ジョーの下で戦士として成長。復讐のため、そして故郷に帰るため、修羅の道を歩むことを決意する。フュリオサを演じたのはスプリットなどのアニャ・テイラー・ジョイ。スプリットはね、このコーナーでもね扱いましたね。あとディメンタス役はマイティー・ソーシリーズのクリス・ヘムズワースです。監督脚本などを務めたのはというか全ての創造主というかね、このシリーズは割とこう集合地でできているシリーズでもあるんですけど、でもやっぱりその全てを束ね、そしてなんというかな、一つのやっぱり世界観というかね、そこにこう持ち上げていくのはこの方創造主、ジョージ・ミラーでございます。ということで、マッドマックスフュリオサ見たよというねリスナーの方から、ウォッチメンからの監視報告メールでいただいております。皆様本当にありがとうございます。メールの量は予想通りと言いましょうか、今年最多でございます。この言い方いつもするけど、これこそね、映画好きって言ってる人でこれ行かないってあんのっていう感じなんでね、今年最多でございます。ただし賛否の比率は褒める件がおよそ7割、意外と割れております。あれどうだったっけね、最初というかデスロードの時ってどのぐらいの比率でしたっけね。あの時は絶賛一色だったんですかね。そういうのもなんか記憶入れ替わっちゃってる可能性ありますが、あの時だってねいろんなこと言ってる人はいたのよ。いろいろ結局その名作扱いが多勢になってきただけって感じもするんですけど、主な褒める意見はマッドマックス怒りのデスロードの前日談として誠実で完璧な作品。クリス・ヘムズワーズ演じる、ディメンタスというキャラが出色の出来だった。新しいアイデアが盛り込まれたアクションシーンもいいなどございました。一方否定的な意見は、前作級のものを期待していたらそれほどでもなかった。長くてだれる。マッドマックスシリーズで一番長いのは確かですね。ちょっと一部抜粋しながら皆さんご紹介しましょう。ラジオネームハロウィンの生贄さん。マッドマックスフィリオサドルビーシネマ字幕版で見てきました。そうだ、僕一応先週ガチャ当たったの僕ドルビーシネマ版なんですけど、すいません。でも皆さんどのバージョンでもいいですからね。絶賛でカウントしてください。本作は私が今まで鑑賞してきたプリクエル前日談映画の中で最も続きの作品をすぐ見返したくなる、つまりプリクエル作品の役割を十分に果たした素晴らしい映画だと思いました。本作は様々な見方ができると思いますので、私はフィリオサと今回の宿敵ディメンタスに焦点を絞って感想を書きたいと思います。この2人は復讐する側とされる側という古典映画からある構図ですが、かなり、共存関係的に描かれていることが良かったです。お互いのバックグラウンドですが、2人とも人生の中で決定的な人格の変化、をするイベントがあったり、それが自身の身内にまつわることであったり、境遇自体どれだけ似ているか検証はできませんが、この物語の中で2人を照らし合わせることで楽しめるようになっていると思いました。これはつまりビジランテ映画やポール・シュレーダー映画に多い主人公が他者を許したり罰したりすることがそのまま自身の救済受刑と同義になっているという考え方に近いと思います。つまりラストのフュリオサのディメンタスに対する行動も非常に理にかなっており、殺されたから殺すわけではなく許しもしないという自身の揺れ動く気持ちをここまで具体的な画面で見せてくれる結末は納得できました。また2人にだけ、共通している仕掛けについて彼女らだけに時間の経過が容姿から感じられるのですと。フィリオサは子供の頃から大人になるまでの成長を描いているので変化が見られます。ディメンタスも数年の中に人生の動きが感じられるようになっていました。一方他のキャラクターはそれほど見た目から成長を感じられないようになっており、映画を鑑賞する人の体感時系列、フィリオサ・ディメンタスの時系列、その他のキャラクターの時系列が実は全部バラバラなのが大変面白いと思いましたというようなハロウィンの生贄さんのご意見です。こちらもちょっと一部だけ抜粋しながらいきますけど、マーカーマンマレードさんいつもありがとうございます。マッドマックスフィローサドルビーシネマで見てきました。優れた続編には前作やその関連作品に対しての的確な批評精神が不可欠になるわけですが、今作も怒りのデスロードが持つ魅力や特色に対して様々な再解釈再考察を経た上での作品になっていたと思いますと。でとにかくその前作のノリに対して、本作には華々しい英雄的な活躍やスカッとするようなシーンは少なく、終わった後にはどこか寂寥感や虚しさを感じる場面ばかりでした。そんな祭りの後のわびしさが極まり結実するのがラストの長い2人の会話シーンです。ディメンタスをコテンパンに叩きのめして観客を上げることはせず、復讐を果たしても失ったものは返ってこないと悟るフィリオサの、苦悩をまざまざと見せつけますと。でここでは前作と同じように観客を上げてしまうといわゆる暴力の連鎖を肯定するものになってしまうのではないかというジョージ・ミラー監督自身の春秋を垣間見たように感じましたというね。でいろいろ書いていただいて、このように前作とは違った向きのテイストが多々あるため、怒りのデスロードのような熱狂を期待する方には思っていたのと違うとなってしまうのかもしれませんが、スピンオフ作品として同じことを繰り返さない、違う物語を紡ぐ意味を考えるという非常に誠実な態度を感じましたというマーカーママレードさんです。そのだから祭りはさ
祭りはだからデスロードで、この後祭りが始まりますっていうね、そういうこの後すぐみたいな感じではあるんで、まあ、本作のそのテンションとかね、もちろんその伝えようとしてることが違うのはこれ当然のこととも言えると思うんですけどね。あとですね、例によってですね、レインウォッチャーさん、もう本人はあれですね、これ読まれる気ないですね、この長さは見事な、批評でございまして、ちゃんとした批評でございまして、長いので、全部は読めませんが、この中でレインウォッチャーさんがご指摘されている、空間の、特に上下垂直の移動をめぐるその、動きというかな、そのダイナミクスが結構今回は描かれているという件、私もそこをすごく今回の特色だと思いましたんで、レインウォッチャーさんそこにさらにいろいろ意味的な読み解きもしてるんですが、まあ、私は単純にその純粋にアクション的な構造としてすごく面白いなと思ったんですが、こういう読み解きも本当に素晴らしいんじゃないでしょうか。レインウォッチャーさんでございます。一方ダメだったという方もご紹介しますね。ワイルド古文さん、面白いとは思いますが上演時間が長くだれる場面もありました。前作が無駄を削ぎ落としていたのにわざわざ語っているのがやぼったく感じてしまいます。まあ確かに前作が削ぎ落として匂わしてたことをまあ言っちゃえば打足って言い方はもちろんできうりますよね。あれで全部分かったのにこうでしたよって書くのは野暮だっていうのはもちろんそれはそうかもね。マックスとおぼしきキャラクターが丘の上から見てるシーンを無駄に挟む描写なんかも正直ダセーと思っちゃいました。まああといろいろその他のところで出てる情報との整合性がどうなんだみたいなね、神話の口頭伝承なんだからいいんだという意見も見ますが、だったら最後に直接フューリーロードにつながるような作りにするのはやめて、つながるかどうか分からないような終わり方にしてほしかった。要するに別個感みたいなのを出せばいいよかったんだけどという感じですかね。ジョージ・ミラーに前作と同じものを期待するのが悪いなんて意見もありますが、あんだけの映画だから期待するだろうって話ですと、この映画の最大の欠点はフューリーロードの前日談だということだと思いますというね。まあだからそのフューリーロードが映画史にこうなんかこう喫立するもう不滅の金字塔でなかなか超えられないっていうのはこれはもちろん事実で、それはジョージ・ミラーも分かってると思いますよ。だからこうなんじゃねえのって気もするんだけどね。なるほどね。ただまあ野暮な打足だっていうのはそれはもうそうかもねっていうところあるかも。あとねまあそんな感じかな。はい。あとヨドバシ遠藤さんもね結構辛辣な感じでですね、要するに全然面白くなかったと。でまあいろいろ話聞くうちにいろいろこうそういうことかと思ったりしたけど、少なくとも初見ではいろいろ納得できなかったり面白くなかったりしたんですけど、みんなどうですみたいな感じでね、こんな方もいらっしゃいます。はい。まあもちろんねあれだけの作品の後ですから、そういうことの偏差でいろんなことの感じ方があるのはそれも当然かなという感じもしますけどね。はい。ということで皆さんありがとうございます。マッドマックスフュリオサ、私もですね珍しくあんまり試写行きたくないんですけども、こればっかりは早ければ早いほど見たかったのでワーナー試写室に伺って、伺いましたと。で、バルトナインのドルビーシネマ、そしてグランドシネマサンシャイン池袋の IMAX レーザー GT、 そして、T ジョイプリンス品川の日本語吹き替え、以上4フィリオさやってまいりました。本作、ちなみにね上映方式の話しますけども IMAX カメラで撮影されたとかではないので、全編 2.39 対1の、普通のシネマスコープサイズ作品なので、まあもちろん IMAX もねすごいいいんですけども、なんかその混んでないのあんまりのあれとかも考えるとやっぱり音も絵もバッキバキかつ、あと比較的空いているドルビーシネマが都内ではやっぱり僕はおすすめですね。一番のねドルビーシネマはぴったりな映画だと思います。逆にグランドシネマサンシャインの本当に超でっかいIMAX スクリーンだとやっぱり上下がねかなり黒く開くことになるわけで、なんかもったいない感じがしちゃうっていうかね感じありましたよね。あと日本語吹き替えもですねバッチリでした。バッチリなクオリティでした。ボーボーイとかの独特な言語感覚を、日本語で置き換えたりなんかもしててなかなかだったと思いますが、クリス・ヘムズワーズ演じる今回の悪役ディメンタスの、何でもそのおじいさんと競馬の実況とカモメをミックスしたという独特の耳障りなこう喋りのトーン、レディース&ジェントルマンみたいな、なんか妙に甲高うるせなんか耳障りっていうかトーン、あとオーストラリアなまりが結構きつく入ってる感じかな。さすがにそこはトレースされてなかったのでやっぱり一度はちょっと言語版見ていただきたいなという感じもしますが、ちなみにですね前作怒りのデスロード、フューリーロードね、僕のこの映画辞表、コーナーですね2015年6月27日に取り上げているんですけど、まだちょっと公式書き起こしがない時代なんですけども、その劇場公開の時点ではこれ結構皆さん忘れてる人多いと思うけど、結構各種 3D 形態での上映がむしろメインという扱いだった。僕自分の当時のノート見てようやく思い出したんですけど、ほぼ 3D 上映がメインなんですね。はい。
とこういう感じでございました。ということでとにかくマッドマックスシリーズ9年ぶりの最新作というよりその前作怒りのデスロードの前日談にあたる、スピンオフ作品というそういう位置づけの一作なんですけどもね、フュリオサ、繰り返しになりますが、前作のそのマッドマックス怒りのデスロードがちょっと桁違いの歴史的名作すぎて、少なくとも21世紀の映画の中で最もすごい作品の一つというか、その筆頭に挙げるべき一作というのはもう間違いなく言えると思います。21世紀で一番すごい映画です今のところっていう感じだと思います。僕はいつも原初の映画、未来の映画っていう風に表現しているんですけども、表面的には極限までシンプルに削ぎ落とされたストーリーの中に、斬新でありながら、すごく本質的でもある純映画的な語り口がこれでもかとばかりに豊かに盛り込まれていて、すなわちそのアクション、美術、衣装、撮影に音響に編集、そこから浮かび上がる魅力的なキャラクターとオリジナルな世界観、例えばウォーボーイズっていうその、宗教でありシステムでありかわいそうな子供たちというかね、もうでも強烈に魅力的な、あれとかですね、あるいはその最終的にはその浮かび上がる家父長的なその支配搾取の構造から脱して、よりその真に人間的な世界を取り戻そうという人々を描く、言っちゃえばそのフェミニズム的なメッセージというところも含めてですね、それまでも、マッドマックスというシリーズは少なくとも2回映画史、ポップカルチャー史に、巨大な影響を残す革命を成し遂げているというふうに言えると思いますが、まさか27年ぶりの新作でさらにもう一度映画史を更新級の飛躍を遂げてしまうなんてまさに奇跡ですね。どんなシリーズとかどんな映画であれそんなことできたか試しはないっていうかね、なので非常にそのなんていうんですかね、アクション映画としては異例なほど、なんていうかないわゆる映画賞とかでも、アカデミー賞も含めて高く評価された。ただしね、結局総なめしたのは技術賞ばっかりで、フィルさんを演じたシャーリーズ・セロンに至ってはノミネートもされてない件っていうのはこれは本当にもう怒り心頭ですね。本当にね、未だに全く納得してないですね。おかしいだろうと思いますし、あと作品賞をその年取ったのスポットライトだからさ、スポットライトが悪い映画とは言わないけど普通に考えてさってやつね。はいはい。で、この奇跡がいかに規格外の成り立ちで、可能になったかということについては竹書房から出ている、メイキングルポルタージュ、マッドマックス怒りのデスロード、口述記録集、こちらAmazon オーディブル限定ポッドキャスト歌丸文室の昨年4月26日配信の第3回でも、私がですね非常に暑苦しく読み聞かせをしているという、とにかくこちらが非常に、信じられないほどの面白さなのでぜひという感じですし、あとマッドマックスシリーズ全体のやはりもうそもそもマッドマックスシリーズ全体がもうとにかく規格外、常識外、のねあれでできているという、これについてはですね同じく竹書房から出ているこの、ジョージ・ミラーとマッドマックスシリーズ誕生から伝説までのデスロードというこの一冊、あるいは、これは原稿者から出ているこれ非常に、図版も豊富な、メイキングブックレジェンド・オブ・マッドマックスなどもですね、本当に特に1作目とかはもうめちゃくちゃです本当に信じられない、エピソードばかりで本当に面白いんでぜひお勧めしたいし、あとすいませんおすすめ参考図書もう一つ、怒りのデスロードの前日譚、例えば妹誕生がいかにして地位にまで上り詰め統治システムを作り上げたのか、そのいきさつとか、それこそフィリアスが怒りのデスロードでの行動に出る直前、妹誕生にその女性たちがどのように扱われていたのかというのをより詳しく描く話とかが入ったこのコミック版マッドマックス怒りのデスロード、これグラフィッカノベルズというところから柳下喜一郎さん役で出ていると。これも、怒りのデスロード世界のより深い理解のためにおすすめという感じでございます。そしてもちろん前作に引き続きですねギンティ小林さん、そして、市川裕太郎さんこと市川力夫さん、などが、多量かつ詳細に、原稿を書かれたこの劇場パンフももうマストバイトはこのこと、もうめちゃくちゃ濃い内容で大変勉強になるのでもう絶対に買った方がいい、パンフでございます。ということでちょっとすみません資料の話が長くなってしまいましたけど、とにかく、前作怒りのデスロードが桁違いの歴史的名作だったということがまず今回のフィリオさんの前提としてあるわけです。そもそも大まかな話とか設定は怒りのデスロードが作られる時点でもうすでに完全にあったってことですね。ほとんど脚本というかその話としてあった。先ほど言った通り怒りのデスロードは表面的なストーリーは極限までミニマルに削ぎ落としておいて、キャラクターとか設定など、はアクションとか美術とかあるいはその独特の言い回しなどなどからおのずと浮かび上がってくるっていうそういう作りなわけですね。でその裏付けとなる設定エピソードは、逆にこう緻密にですねその分ねこう作り上げてられていたと
そういうあれなわけです。その一部がさっきのコミックとかにこう出てきてたりするわけですけど、もっと言えば今回のフィルオさんはもともとアニメーション作品としてデスロードと同時に公開される予定もあったと。先ほど言った劇場パンフではなんとその監督として、実際にその作業をかなりのところまで進めていた、前田真宏さん、ね、新エヴァンゲリオンなどね、主に庵野秀明さんとの仕事 でね知られる、前田真宏さんのインタビューが載っててですね、このインタビューがすごいんですけど、これによれば本作の非常に重要ないくつかの要素、ちょっとこの時間内ではあんまり具体的なことはできるだけ言わないようにしますが、非常に重要な要素の数々がそれもっていう感じで2008年から2009年にかけての絵コンテだったりデザイン画っていうのにすでに書かれて、もうすでにあるっていうこととかですね、本当に貴重なこれインタビューでしたね。これがあるというだけでも本当にこのパンフすごいなと思います。もともと資料として他もすごいですけども、そんなこんなでもちろん怒りのデスロードの大成功、工業的にもちろん工業的にも成功はしましたけど、工業的にという以上にやはり観客や批評家の圧倒的支持評価ゆえにですね、本当に実現することになったフュリオサ、スピンオフの映画化という話ですね。もちろんさっきから言ってるように怒りのデスロード前日短にしてスピンオフなので、何を置いてもデスロードありきな作品なのはもちろん間違いないわけです。ちなみにその、フュリオサともう一個ね、ウェイストランドっていう、こっちはマックスマークね、ロカタンスキーを主人公にしたもう一個のスピンオフエピソードもあって、これもフュリオサの成績次第で作りますっていうことなんですが、ということですね。とにかくデスロード前提のスピンオフなのは間違いないと。なのでマッドマックスシリーズを一切、見ずに本作から初めて見始めたとしても、本作を理解したり楽しんだりするのにはほとんど支障はないとは思いますが、ただこの後にはやはり本丸たるデスロードね、もうジョージ・ミラー自身がデスロードにつながっていくんですよっていう、これだけは絶対に強烈に意識させるような作りに本作になっているわけです。なので要はですね、そのデスロードが名作だとして、それを超えるとか超えないとかそういう狙いはそもそもしてないんですよね。もうね、いやデスロードありきですって、それはね、だから超えるとか超える、デスロードがなきゃ作られてないですし、デスロードを超えるとかってそういうとこはもう目指しても無駄なんでっていうことはそもそもあるわけです。ただその見ると名作デスロードがさらに味わい深く感動的になり、そして単体でもめちゃくちゃ面白いスピンオフというような置き方が、やっぱりふさわしいというような一作ではないかと思います。なのでまずデスロードと比較していいとか悪いとかっていうの、まずそれがどうなんだって、じゃあどういうのなら納得するのって思っちゃうんでね、同じことやったって絶対文句言うでしょそれっていうね感じするんだけど、なのでもちろん基本的な世界観設定はデスロードのもちろん延長線上ですと。例えば基本的なルックの作り方、個人的にはですね、ここがやっぱマッドマックス見てるって感じるポイントなんですけど、要所要所で早回しあるいは駒落とし的なちょっとこう超現実的なちょこまかした動きをしますよね。必ずそれを入れてきますよね。今回もう頭のところでもう入ってますけど、あれを見るとマッドマックスだなって感じがする。編集感覚というかあれもそうですし、もちろんマッドマックスシリーズのトレードマークたる地面スレスレに置かれたアングルなど、キレッキレのカメラワーク、これももちろん、デスロードの延長線上ですし、過去4作のさまざまな要素が響き合うようなそういうオマージュも多々ある、口述しますけど、それがまたその本シリーズ特有の親和感を高めてもいるというふうに思ったりもしますが、とにかくデスロードの拡張版ではあるわけです。これは間違いなく、ただ一方でですね、同時にデスロードとはまるで違う、もっと言えばこれまでのマッドマックスシリーズでは全くやってなかったような語り口を、持った作品でもありまして、それが確かにこのフュリオサにしかない魅力っていうのを醸してもいるというふうに私は思います。なので、ここでは主にこれまでとは違う、もしくはこれまでから進化したフレッシュなポイント、フュリオサならではのフレッシュなポイントを、5つほどに、整理してですね、中心にお話していきたいと思います。まず、その1、マッドマックスシリーズ、フュリオサならではのフレッシュポイントその1、マッドマックスシリーズ特に2以降はですね、意識的に、未来に生き残った語り部によって振り返られる神話伝説という、そういう全体のくくりというかパッケージングをしているわけですね。2もね、生き残った男の子が私の幼い頃にあった男をつって語ってるみたいな、そういう、未来から語られているという、そういうパッケージングをしていると。まさにその物語論的なところ、その神話伝説、なぜ人々はその神話とか伝説とかもっと言えば物語を欲するのかという物語論的なところを突き詰めたのがジョージ・ミラー監督作としては前作にあたるアラビアンナイト、3000年の願いというこれ2022年の作品、非常に哲学的物語論というような、一作でしたけども、
でそれを挟んで、つまりそのデスロードの間にアラビアンナイトを挟むとフュリオサこうなるよねっていうのはすごくある意味めちゃくちゃ見えやすいんですよね。アラビアンナイトの自作でもあるなっていう感じがするわけです。今回のフィルサはより明確に人類史の普遍的なその本質、要するに人類が繰り返してきたこと、人間の本質として繰り返してきたこと、それが物語になり伝説になりこの映画にも入っているというような、人類史の普遍的な本質を凝縮した神話、伝説、おとぎ話、あるいは叙事詩というような語りが強調されているわけです。今まで以上に明確に。そもそもその全てがヒストリーマン、語り部ね、の語りの中にあるというその、全体の構造、ヒストリーマンが、ね、こんなとこ世の中でこんな世の中で狂気に陥らないでいるにはどうすればいいのかって言って始まりますよね。はい、ちなみにヒストリーマンという役柄は例えばデスロードの女性たちが逃げた後に妹たちにも向かってショットガンをぶっ放そうとする女性、年配の女性、あれもヒストリーマンですね。体中に入れ墨があってっていうね。はい、語り部ヒストリーマンがこう振り返ってると全体の構造もそうだし、画面のタッチなども、デスロードまでよりはちょっとだけ現実からこう浮き上がったような一種ちょっとファンタジックな雰囲気がちょっと強めに今回明らかになってますよね。例えば冒頭に出てくるフュリオサの出生地たる緑の地っていうね、デスロードではそこに帰ろうとするという話なわけですけど、緑の地、こういうところだったんだっていうね、ほとんどマッドマックスらしからんと言っていいでしょうね。豊かな緑とやはり豊かな水源を暗示するような青い衣服、青い服っていうのはこれジョージ・ミラーが特別な理由がない限り青い服は絶対に着させないっつってて、でもみんな青い服着てるんですよここは。だから緑と青、豊かな自然っていうのを感じさせるわけ、これ緑の地。もちろんですね、そのマッドマックスシリーズらしくここは説明ではなくあくまで描写からこの土地のシステムっていうか、おそらくは極めてエコロジカルな生活のサイクルなんでできてるんだなっていうのが伝わってもくったりはするんだけど、とにかくマッドマックス世界としてはかなり異色の神話的理想郷ですよね。こんな場所があるんだみたいな、マッドマックスの世界みたいな感じがしますよね。ちなみにこの緑の地がある谷、この緑の地がある要するにこう地面に走った谷っていうかね、上から見て谷とラストのこう喫立している木っていうのはこれは対になっていると私は思うんですけども、これは多くは言いませんけどもね、その谷にぐーっとカメラが寄っていくところでですね、これもマッドマックス史上初めてなんですけど、舞台はオーストラリアってことが初めて明示されるんですよ。今まで暗示はされてもオーストラリアってはっきり言ったことはないんですよ。オーストラリアじゃんやっぱりみたいな、でそこにこうやって寄ってくに従ってオーストラリアだってことを示すところに載せるようにオーストラリア先住民の楽器であるディジュリドゥの音がブーって混ざり出すんです。つまりマッドマックスはオーストラリアの神話だっていう風にここで宣言しているような感じなんですね。これ今までここまで踏み込んでないです。また各エピソードとか設定も、オデュッセイアとかイーリアスとかですね、要はホメロスのね、ギリシャ神話ベースのジョージ史オマージュというか、それがいっぱい入ってる。例えば、見た方お分かりだと思いますが、もうもろにトロイの木馬な展開が出てきますし、引き回されて死ぬっていうキャラクター、あれはイーリアスの最後の展開ですよとか、全体にそういうギリシャ神話ベースの叙事詩、ホメロスの叙事詩みたいなオマージュが散りばめられているし、あとは例えばクリス・ヘムズワーズ演じるディメンタスというこのヴィランはちょうどこれ猿の惑星キングダムの独裁者マキシマスとも近くって、要はローマ帝国憧れなんですよね。ローマ帝国憧れでローマ帝国イズムを意識的に体現したような古代妄想家なわけですよ、ディメンタスは。だからベンハーのチャリオット風のバイクのでどう見ても不便だろそれっていう乗ってたりするんだけどっていうね、とにかくそのローマ帝国史みたいなものをちょっとオマージュされてたりとか、とにかく人類史そのものが、神話伝説としてこだまするような作りにかなり意識的になってるわけです、全体が。でそれとはちょっと別の次元の話だけど、ジョージ・ミラーつくづく黒澤明リスペクトが本当に深いというふうに今回改めて思ったんですけど、前回7人の侍の急増オマージュシーンありましたね。ちょっと俺行ってくるからっつって、ちょっと俺で帰ってきて武器取ってきたからっていう急増オマージュシーンありましたけど、に続いてというか、そもそも僕今回ようやく本当に心から思ったんだけど、マッドマックス2からしてあれ7人の侍っぽい構造の話だよなっていう、そもそも7人の侍だよなあれっていう感じがするわけです。要するに馬族っていうかな、族が襲ってくるのを割と非力な農民っていうかな、それがもう守ってあげて、だから移動する7人の侍っていうかで、しかも最後勝ったのはわしらじゃないっていう
この結論七人の侍っていう感じじゃないみたいなね。まあいやいや、それでその黒澤明オマージュね、今までもあったんだけど、今回フィルオさんももう一目瞭然の用心棒オマージュね。途中弾丸畑に行くところでですね、まあもう一目瞭然の用心棒オマージュっていうのもあるし、それを見て、あ、この話そういえばそのどんどん終わりに向けて対立する組織同士がぶつかり合って勝手に消耗してこっちの目的が遂げやすくなるっていう展開、これ完全に用心棒じゃんっていう感じするわけです。おそらくジョージ・ミラーにとっては黒沢作品も映画史における神話伝説の部類だから、もちろん西部劇感とかも含めですね、まあ、用心棒だって西部劇の一種とも言えるわけですから、はい、まあ、映画史の神話っていうのも鳴り響いてるとにかくそんな感じでですね、まあそのデスロードがですね、3日間ノンストップのストーリー、ね、ある種植物的なアクションのみで全てを語っていくというデスロードとは違ってですね、15年に及ぶ物語を5章に分けて、章立ても初めてですからね、章に名前が出て5章に分けてはっきり神話として伝説として叙事詩として語り継いでいくというこのフィリオサは、より古典的な物語形式にのっとってるというやるわけです。ここは全然違うところなわけですね。フィリオサならではのフレッシュポイントその2、前作デスロードは過去作同様オーストラリアでロケする予定だったのが、記録的雨が降った後に現地に行ってみたら砂漠が一面のお花畑になっていたやむなくアフリカのナミビアでロケしたと。これがデスロードなんですね。でパンフに載っている、撮影監督サイモン・ダガンさんの、発言によればですね、ナミビアは全てのロケーションで常に霧がかかっていましたと。でそれがなるほど、だからそれが開けた平原砂漠のはずなのに妙に先が見えない感覚っていうか、デスロード特有の感覚を生んでたのかなとも思ったんだけど、一方オーストラリアはサイモン・ダガンさん同じパンフのインタビュー曰く、霧がないと。でそれゆえコントラストが強めで、映像が固めになるというふうに言ってるんですね。でそれがフィリオサ独自のテイストを醸し出しているっていうことをおっしゃっててですね、でなのでちょっとルックも違うんです実はね。あと地形とかも微妙に違うんですね。でそういうオーストラリアならではの天候あるいは地形の特徴がですね、ゆえがですね、それを生かしてゆえだと思うんですけども、今回は見通しがいい砂漠の空間を利用した、ズバリ距離と高低差を生かしたアクションとかサスペンスっていうのが全編さまざまなバリエーションで展開されていて、これがなんというかめちゃくちゃ映画的な面白さを生みまくってるんです。つまりその見通しがいいところを舞台にした距離と高低差をめぐるアクションとサスペンス、言っちゃえば非常に西部劇的な面白い。つまりだから映画のアクション映画の根源的な面白さみたいなところにの一つに迫っているというかね、追求しているわけですけども、例えばドア玉、さらわれた少女フィリオサを取り戻すべく進撃をしていくババリに、鉄馬の女メリー・ジャワサ、これ演じているのは先日このコーナーでも取り扱った恋するプリテンダーのグレン・パウエルの元カノ役チャーリー・フレイザーさんね。オーストラリアの人って確かにって感じなんだけど、チャーリー・フレイザーさん、とにかくこのねチャーリー・フレイザー演じるメリー・ジャワサがかっこよすぎ。漢字で言うとあれですね、エピソード1見た時の前世紀ジェダイってこんなだみたいな前世紀鉄馬の女ってこんなだみたいな。例えば狙撃して倒した敵のバイクを即席で組み替えて利用していくとことか、とにかく世界はあるものを全て利用するという、この世界の鉄則を、その鉄則とその中での彼女の能力がめちゃくちゃ高いっていうのが一発でわかる。あんなの見たことない。追いついてこうやってタイヤとあれをカシャカシャって手際よく入れ替えてかっこよみたいなあるし、それはとにかくね、この彼女がバイクでその誘拐バイカーたちを追うというくだり全般、砂漠が丘状になっている、その丘の高低差を利用しているところとか、尾根のようにこう切り立っているところね。で尾根の向こう側の地面を悪党たちが逃げていくのを、こっちは尾根を上がって、でその高台のところから見るとこの右側にディメンタスのテントが見えるみたいな、この位置関係、対象との距離とその地形の高低差が作り出す空間的な緊張感、これこそすなわち極めて映画的なアクションサスペンスというかね、溢れてて、もうなんていうかな、映画だな、映画見てるな、幸せっていう感じがする感じでしたね、あそことかね。他もですね、大きな見せ場はおおむね上下の高低差と、見通しがいい空間ゆえの距離を使ったアイデアがほぼ全体に殺されていると言っていいと思います。それ皆さんそれぞれ当てはめてみてください。大体それにできてますんでね。でこれは
基本的にその平坦な土地上のチェイス中心で、そのチェイスの中でポールキャッツ、上からこうね棒で襲ってくるポールキャッツであるとか、あとは山嵐族とかが高めのところから襲ってくるとかあるけど、基本平地での戦いであるデスロードではあまり見られなかった、やっぱり本作フィルオサならではの純映画的な見せ場の作り方、面白さの追求の部分だというふうに、これ間違いなく断言できると思います。こんなの、しかもその一個一個がこんなのあんま見たことない、こんなの見たことないみたいな感じ。フィルオサならではのフレッシュポイントその3、やばい時間がない、どんどんいかないから。タイムスパンの長さゆえのキャラクターの変化、分けてもやはり主人公フィルオサとその次になるヴィランディメンタスの大きな変貌、先ほどメールにあった通りです。まずはやはりフィルオサですけども、子供時代のフィルオサを演じる、アリーラ・ブラウンさんと成長してからのアニャ・テイラー・ジョイ、時間が飛んだらパッと入れ替わるというのが普通の映画のこの入れ替えの方法ですが、本作ではそういう方法を取っておらず、何でも AI 技術を使ってざっくり言えばだんだんとアリーラ・ブラウンさんの顔にアニャ・テイラー・ジョイ要素を増やし、逆にアニャ・テイラー・ジョイの顔に、付け加えられたアリーラ・ブラウン要素をだんだん減らしていくという、そういうやり方で、プラスもちろん途中半分顔を隠して目だけギラついてるというようなプロセスも経てですね、かなりシームレスに近い感触で両者を移行させてフィルオサというキャラクターの変化成長を表現している。これちょっとあんまり見たことないタイプの表現でしたね。すごい、いつ変わったみたいな感じがするっていうね。一方ディメンタス、そもそもマッドマックス世界のヴィランとして最も内面的な複雑さを持っている人と言っていいと思います。すごく興味深いですね。非常に魅力的なキャラクター。要はどうやら世界崩壊の、混乱の中で娘をはじめ家族を、殺されなりなんなりして非常に無残に失い、絶望の果てに強くなってしまったという、言ってみればもう一つの可能性としてのマックス・ロカンタンスキーなんですよね。マックスだってこうなってたかもしれないんだよって人なんですよね。もともとそのアンビバレントなそういうものを抱いている人な上にですね、どうやら集団のリーダーとして、というかこう権力者としては限界がある人っていうか、妹誕生のように全てをシステマティックに管理とかできないしないゆえにしきれてないみたいなね。とにかくね、妹誕女王がなんでこうやったらしい本当にこう憎らしい悪役かというとね、システムとかよく考えてんのよ。でその大事さもよく分かってるから、だからただの手下じゃなくてオーガニックメカニックを取って、でそのいろいろこいつに管理させたらよかろうっていうのをちゃんと分かって、重要性が分かってる妹誕生のがやっぱり数段利口なんですよ。でもその分可愛げがない。本当に妹誕生は可愛くない。要するにあれは現代におけるやっぱり資本家とかそういう感じだよね。企業の人とっていうニュアンスもあるぐらいなんだけど、ディメンタスはやっぱりやけくそでなってるだけなんで、そんなこと、能力もなきゃやる気もないみたいな、なんなら本人もこの大きすぎる権力を持て余してるっていうか、セリフでも言ってますけどもう飽きたっていうね、言ってるっていう、そんな感じでですね、後半はっきり疲れているっていうこれがねフィルオサならではのフレッシュポイントですね。僕はディメンタスめちゃくちゃ好きなキャラクターになりましたね。好きなキャラクターこれだけ生んでるだけでもいいんじゃないですかね。フィルオサならではのフレッシュポイントその4、フィルオサにもかつてこんな人がいたのかな、キャラクター、警護隊長ジャックですよね。中盤の15分に燃えずそのウォータンク VS グライダー隊の戦い、持続するアクションとしてももちろんもうアイデア技術ともに本当に凄まじいものがある。特にこのシーンだけでなく、長めのワンショットの中でそのまますごいことが起こるみたいなショットがすごいいっぱいあって、マジでこう嘘でしょって思うところいっぱいあるんだけど、とにかくここアクションとしても一番の見せ場であることはもう間違いないです。一番の見せ場であると同時にフィルオサとそのジャックという人物が初めてお互いをしっかり認識し、言葉もセリフではないまま言葉も交わさないまま協力して敵を倒していく、まさにそのプロセスそのものがああやってこうお互いにこう何かダンダンって何かやってからダンって顔を合わすたびにダンって顔を合わすたびに間があるのがまた絶妙にいいんですけど、たまんないんだけど、2人がその真の信頼に至る、信頼に足る人間というふうに認め合うプロセスとこの戦いのプロセスが完全に一致している。つまりアクションと心理とキャラクターとストーリーが全て一体となったまさにマッドマックスジョージ・ミラーの真骨頂たる語り口ですね、ここね。このキャラクターにもねどっかマックス・ロカタンスキーの匂いがやっぱりするわけです。姿形もそうですし。でというのもやっぱり特にデスロードがこの後にあることを考えるとすごい味わい深い。宇垣さんなんかそれを思うと泣いちゃうって言ってましたけどね。要するにそのマックスと再会して結局一時的バディとなっていく時にやっぱりフィルオサの脳裏にはジャックのことが去来してるはずだっていうことですよね。信頼に足る人間はいるんだっていうことですよね。
ということですね。これね、インターネットムービーデータベースによれば演じるトム・バークさん、これマンクのオーソン・ウェルズのトム・バークさん、なんかもっとはっきり男女関係みたいになるはずだったところを、いやこれはそこまでその保留、この関係が保留しているところが大事なんだみたいなこと、これ大正解ですよね。はい。フィリオさんならではのフレッシュポイントその後、最後大関いきます。すべてのキャラクターのすべての行動はそれぞれ生き残るための必死な行動であるという意味では全部同じなんです。全部のキャラクターがサバイバルのために行動してるんですね。ただしその極限の状況でどう振る舞うかというところこそ私は描きたいというふうにジョージ・ミラーはいつもインタビューで言ってる。マッドマックスサーガ共通のテーマです。極限の生き残るためにこれをやるっていう時に何をするかっていうことですね。で、本作フュリオサほどこのテーマをに対して突き詰めた答えを出してみせた作品は僕はこれまでシリーズなかったと思います。例えば緑の地は、同じく持続可能なシステムでも緑の地のように、エコロジカルなその循環システムをどうやら作っているなっていうところもあれば、下出るそのね濃淡情が仕切るところみたいに基本的に搾取労働とか、によって成り立ってるっていうものの違い、どっちも必死に生き残ろうと持続可能のシステムを作ろうとしていることには変わりないけど、我々の社会どっちを選ぶんですかっていう問いでもあるし、で食べて生きていくだけなら地下の人々を描いてるじゃないですか今回。ああいう生き方というかな、食べて生きていくだけならああいう生き方ももちろんあるわけです。必死だったらああいう風にするかもね、これ一番楽じゃんっつってやるかも。でもねとかね、あるいはもちろんですね、あまりにも暴力的な目に遭いすぎて、ひどい目に遭いすぎて絶望し、せめて自らが暴力を振るう側になり、世界にね、誰かにというよりは世界に復讐するものとなる。例えばディメンタスみたいな、あの人は世界に復讐してるわけですよ。もういれば、その中でせめて利他的な行動を取ることで世の中を良くしていこうとか、何かポジティブなものをつなごうとする人もいる。ジャックみたいな人もいると。さあフュリオサはどう生きるんだっていうねことなんですよね。でそのラストですよ、皆さんおっしゃってるアニメ版にもあったというね、予定されていたというあのラストのかっこつけで言いますけど、復讐のあり方はこの手の復讐話の決着としてある種究極の答えを出していると思います。先ほどメールにあった通り、殺すのではなく、しかし許すのでもなく、生かし生をつなぐっていうねことですよね。そしてつまりあのラストっていうのはという、だからやっぱり関心領域のことを僕ずっと考えてしまうんですが、関心領域と同じく、そして君たちはどう生きるのかっていう問いをこの伝説は問いを残して終わってるんだと思うんですよね。劇中で起こってることすべて割と実は現実にいろいろ起こってることのメタファーとして全部置き換えられる。登場人物も全部現実のメタファーとして置き換えられるんです。あれは現実の僕たちの世界かも。その中で君たちはどう生きるのかっていう話だというふうに私は受け取りました。他のディテールとかキャラクターとか展開ね、ここが良かったあれが良かったってきりないので、これは放課後ポッドキャストで宇垣美里さん、我らが警護隊長をお招きしてお話を伺いたいと思います。ウェイストランドをね作ってもらうためにも、せめて日本は相当大ヒットしたということにならないかなと思います。なんといってもですね、こんなの見たことないっていうアイデアをいまだにこれだけ繰り出すって、ちょっとこれ自体がやっぱり奇跡の更新と言って多いんじゃないでしょうか。ぜひぜひこれだからさ、映画よこれを劇場で行かないんだったら、あんた今年何に行くの。マッドマックスフィルはぜひぜひ劇場で落ちてください。さあということで、来週6月20日木曜日にウォッチする映画、候補作品9作品を発表します。まず最初の候補はこちら、蛇の道。黒沢清さんがご自身のセルフリメイク。うわ変わったことすんな。続いてはこちら、ブルー君は大丈夫。3つ目こちら、チャレンジャーズ。4つ目、ドライバーウェイドールズ。5つ目、映画からかい上手の高木さん。6つ目、告白コンフェッション。7つ目、単身領域。8つ目、帰ってきた危ないデカ。引き続き入ってます。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム生臭小坊主さん、来週歌丸さんに、ウォッチしてもらいたい映画は入江監督の新作アンのことです。入江優監督がまた新たな傑作を世に出してしまいました、ということで複数の方から多数いただいておりますアンのこと、ということで以上9作品レッツガチャタイム。アンのことはちなみに私一足先にね見ておりますがね、はい、ということで、パレスチナ支援のためにですね、一回余計回しというのを引き続きやらせていただいております、はい、1万円余計に払いますよ。4です。4はなんだ、ドライバーウェイドールズ、はい、公演兄弟のイーサン公演だけは単独で撮ったやつ、はい、飛ばしていきましょう。もう一個いこう。ここら辺来た。なんだ、あ、リスナー来た。おー、アンのこと
OK、入江監督久しぶりだもんね。行ってみよう。ちょっと応援したい気持ちもあるんで先に言ってくるね、入江監督新境地にして最高傑作だと思いました。へー、楽しみ。ぜひ皆さん言ってください、あんのこと。ということでこの映画見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。でもごめんなさい、私の感想に引っ張られないで、否定的意見も全然すいませんどうぞすいません、いかんね、こういうのよくないねリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp までお送りください。あと本日のフィリオサ表ですけども、私自身のこの表というのはちゃんとやりましたけども、放課後ポッドキャストでですね、ネタバレ解禁、ネタバレ注意でございまして、なんと宇垣美里さん、我がタイのフィリオサこと、ね、宇垣さんが来ての放課後ポッドキャストネタバレでもやりますので、そちらもぜひぜひ聞いてみてください。以上週刊映画辞表ムービーウォッチメンでございました。